ホーネット46になります。コンセプトはそこそこのパワーユニットでもね、楽しく走れるようなライトウェイトスポーツ、そういうバギーになるように作り込んできました。1985年ぐらいにだいたい基本的な構成が完成してるんですけれども、部品が手に入らなくなっちゃったらね、設計変更すればどんなものでもくっつくから、その時代その時代の手に入りやすい部品に置き換えて作っていっています。フロントの足回りなんですけれども、ダブルシボン化しました。はい、こんな感じ。キャンバー変化はこの程度。等変化も、そんなにはありません。足回りなんですけれども、リアは、リバウンド多め。リバウンド多めですね。で、ミドシップなんで、リバウンドちょっと少ないと、減速時にすごい神経質な動きになっちゃうんで、なるべくたっぷりとね、伸び側も取ってあります。で、逆にフロントは、加速時にね、あんまりフロントを粘っちゃうと、今度はね、巻き込みとか起こっちゃうんで、比較的フロントはリバウンド少なめ、になってます。ちょっとモーターのね、位置がね、高いせいもあって、少し重心が高いんで、後ろをなるべくロールさせて、あんまりそうするとちょっとキビキビとした味が出なくなるんだけども、安定性重視で、そういう風なセットになってます。で、フロント、アーム、これ、自作アームですね。パラマウントっていうね、昔、グラスホッパー、ホーネット系をダブルシュボン化するための、キットがあったんだけど、ちょっとね、それを意識して作ってあります。昔のそのボーイズレーサー風に、してみました。はい。で、これはポリカーボネートのね、6ミリ板をカットして作ってあります。で、ダンパーは真ん中がボールみたいになってるパイプで止まってるんだけど、今売ってるかどうかちょっとわからないんだけども、タミヤの SP パーツで調達できる、そういうもので作ってあります。で、フロアームの取り付けはノーマルのこのアームと同じようになってて、その板材でフロントアーム作ってあるんだけども、シャーシに刺さるところだけはね、丸くヤスリで削ってノーマルみたいにくっつけてます。で、このアームなんだけども、ノーマルのフリクションダンパーでつけることもできるようにネジ穴がね作ってあります。だからこの字金具をくっつけて、フリクションダンパーで組んでもいいですね。このアッパーアームの取り付け部さえなんとかすればダブルシボン作れるよっていう感じになってます。リアの足回りなんですけども、ノーマルの方針をカットして、でデフシャフトをカットしたところにこの TLT1 用のカップをくっつけてやって、でそこからその 46mm のドブボーンをつけたユニバーサルジョイントをくっつけてタイヤがくっついてます。アームは、DT02 とか03についてるリアームですね。で、あとこのアップライトがDF03 用です。レイダウンがね、こちら側のその穴を使えれば変えられるんだけれども、ダンパーのね、レイダウンのパーツのね、付き方の都合で後ろのね、1箇所しかないスタビ用のね、穴のところにダンパーがくっついてるんで、このダンパーステー何枚か作って実験して決めてあります。で、ダンパーステーはね、ノーマルのボディにね、干渉しないように留めてあります。ボディをちょっと外してみましょう。ボディ外すとですね、まずちょっと目につくのが、メカデッキではないかと思われます。ホーネットの場合ですね、グラスホッパーみたいにボディが強度部材になってないので、フレーム結構ねしなりやすいんですけれども、この辺りはねネジで止まってないんだけども、ここだけなんだけれども、ここの開口部の形が変わらなければ上から押さえてるだけなんだけれども、かなりがっちりとしています。サーボなんですけれども、タミヤのなんかヒートシンク付きのやつね、オレンジ色のアルマイトがなんとなく気に入ってつけてます。この車の色合いに合ってるからね。
もうちょっと早い方がいいかな。サーボセーバー、ノーマルのがついてるんですけれども、今のところはこれでもとりあえず十分に働いています。で、タイロッドもね、ノーマルの太さに準じたものなんだけど、これ長さ違うんですよね。トレッドが広がってる関係で、ちょっと長いのを作ったんですけども、これ曲げるときにね、Z ベンダーっていうね、フォームがあって、ピアノ線を簡単に Z 型にね、曲げられる、そういう道具があるんで、ちょっと長さの違うね、タイロッドも、2ミリだったら作りやすい、な感じでね、遊びやすいように、自分で改造して、ノーマルのカットラインのボディが、ぴったりとくっつきます。なので、知らない人はこれがノーマルに見えちゃうかもしれない。なるべくボディのカットラインとね、下のカーブと揃えてあるんだけど、後ろはね、DF03 のフロント用のシリンダー使ってあります。キャップはね、初代の TRF ダンパー、そういうことしてないやつね。シルバーのアルマイト、そのままの仕上げのやつ。この車はほら、ノーマル銀色のショックがくっついてたから、それに倣って、なるべく色がついてない状態にしました。でフロントもね、同様に、ネジネジの TRF ダンパーのシリンダーに、初代の TRF ダンパーの、アルマイト、銀アルマイトの、キャップ類を組み合わせて、なるべくパーツが目立たないようにしております。で、アップライトっていうか C ハブもね、6mm のポリカーボ板を切って作っております。そこそこ強いですね、肉があるから。はい。壊れないですね、今のところ。このね、アップライトもね、なんか T4 ワークスさんのやつ、ちょっと金ができたら入れたい。というわけで、改造車のホーネットの解説でした。こんな感じで、お持ちのラジコンカーの解説をたまにアップしていこうと思っておりますので、またよろしくご視聴くださいませ。では次回お会いしましょう。それではさようなら。ありがとうございました。